En mi caso personal, muy bonito. En mi estado, en mi situación económica, hubiera sido imposible conocer personas de otros países, compartir con ellos, tenerlos en mi casa. 前回の動画でトラブル続きのキューバをようやく抜け出し、世界一周南米編はコロンビアに入国したソタリオ。今日はコロンビアでボランティアしている家族との様子をお届けします。こんにちは、ソータです。こんにちは、リュウです。ソタリオは世界一周36カ国目のコロンビアにおります。前回ソタリオはキューバから出られなくて、ようやくキューバから脱出でき、コロンビアはワーカウェイというボランティアを使って村に今滞在しています。はい、ということでね、ボゴタっていうね、首都から3時間くらいの距離にある村におります。ここでは NGO 団体を運営している家族のもとでね、一緒に生活してます。でね、3週間くらい生活するんだけど、今日の動画ではここのワーカウェイの紹介をしつつ、ソタリオがどんな生活をしているのかちょっと紹介していきたいなと思います。海外でのボランティア興味ある方はぜひ最後までご覧ください。じゃあちょっと村見せましょうよ、せっかくなんで。こんな感じのちっちゃい村にね滞在しています。周りに山が囲まれていて、もう真ん中の谷にもみんな集結して住んでるみたいな、多分何百世帯とかしかいないと思う。めちゃめちゃちっちゃい町で、街歩いとったらみんななんか知り合いみたいな感じ、みんな友達みたいな感じ。ディオ。さらに登って山の中にぽつりとあるね、セベンでチーチャっていうなんか伝統的な飲み物を飲みに来ました。はい、行きましょう。ちなみにこのチチャって何かというと、中南米で飲まれとるトウモロコシを発酵させた飲み物らしい。伝統的な陶器に入れて飲むんやって。いや、すごい発酵の匂いする。なんかバーベキューソースみたいな。匂いも味も酸っぱい、甘みはなくて発酵してピリピリする舌触り。リオは正直苦手やけどソータは好きやったらしい。コロンビアのソウルフードエンパナーダ、他の南米諸国にもあるみたいやけど、コロンビアでは特にお米が入っとるのが特徴的。アジア料理風に例えると揚げ餃子の中にチャーハンが入っとるようなイメージかな。熱々やとザックザクでめっちゃ美味しいよ。リオたちがお世話になっとるボランティア先、何をやっとるかというと、貧しい人たちに無償で服を配る NGO を立ち上げた父ちゃん母ちゃんのお手伝いをしとるよ。なぜ彼らがそんな活動を始めたのかは壮大なストーリーがあるから、ぜひ終盤のインタビューも合わせてみてみて。この日はな、朝ごはんにアレパスっていうトウモロコシ粉から作るパンケーキみたいなのを一緒に食べる。バターをたっぷり豊富に使ったコロンビアの定番朝ごはん。この子は父ちゃん母ちゃんの息子キリ。髪の毛長いけどめちゃくちゃ活発な男の子です。アレパス専用の鉄板で焼いていきます。バターのいい香り。アレパスの出来上がり。朝にココアを飲むのが定番のようで作ってくれました。普通ココアは牛乳と割って飲むけど、牛乳は庶民が日常的に飲むにはやや高いらしく、牛乳なしのお湯と割って飲むらしい。アレパスはバターがたくさん入っとるから結構しょっぱめ。でも粒が粗めのトウモロコシ粉は小麦粉とはまた違う食感が楽しめて美味しい。はい、ということで財団にやってきました。中入ってみましょう。はい。いつもあんな感じで朝食を食べて、朝の10時から11時くらいの間でここの財団に来て作業をする感じですね。そしてここがね、服をドレンショーで渡してるところです。こんな感じで、年代別、性別別に服がね、整理整頓されていて、たまにね、人がやってきて、こうやって自分が欲しい服、こうやって見てもらっていくっていう感じですね。本当にね、なんかこういうね、赤ちゃん用の服から、大人の服、女性の服や、男性用の服、そして、働く用、職場のコスチュームみたいな、職場で使う服みたいな感じでもあって、いろいろね、すごい充実してます。こういう服たちは、全部寄付でね、もらってるらしいです。で、それを、貧しい人たちにあげるっていう感じ。で、もう一つね、部屋がここにもあって、ここの部屋にある洋服や靴とかは、1個2、3000ペソぐらいで、100円ぐらいだね。で売ってるらしいです。あっちに置いてあった服よりもちょっと状態のいい新しいものを安く売っているっていう感じですね。そうやな。メインの部屋はそれで終わりなんだけど、
まあここはなんか特に何もない。ただなんか置物みたいな感じ。あれはここの少年です。はい、キル。おら。ベッドに靴で乗ってね、変なことをする少年です。キリくんです。7歳。まあここは作業したり、服のものを整理したりする場所やね。でボランティアの人たちがここでも泊まれることができるみたいです。まあ今までに過去にも俺ら以外の海外からのボランティアの人を受け入れたことがあるみたいで、たくさんの人をね、まあここで寝たりした人もいるみたいです。最後にね、忘れてました。庭があるんだけど、その庭にチキンたちがいっぱいいるんです。はい。ちなみにここでは財団のね人たちが、服を集めて、服が汚れてることもあるからこんな感じで洗うこともしてます。洗濯とかしてるね、こんな感じで。でこっちでは手で洗えるような場所もあります。そしてここがその庭です。庭にはね、これパパイヤの木とチキンがいます。チキンは1羽食用で、その他は卵用です。食用は一番右の大きい子です。この子が食用。一番美味しそうな方が食用で、あとは卵ですね。うん。これがね、そのうちの1匹のチキンです。はい。この子は一番優しい子、温厚な子で触れる。フレンドリーやな。うん。さあということでお昼になったので今からお昼ご飯の買い出しに行きます。はい。お昼はねなんか今日コロンビアの伝統的な料理を作ってくれるみたいなのですごい楽しみですね。メレズに発祥のワンプレートのね料理です。はい。ちなみにね今住んでるここカケサっていう村はめちゃめちゃ小さな村なので、もう中心に全部集まってるね。何でもあるって感じです。ということでいつものスーパーマーケットに到着しました。ここでは基本的に野菜とかフルーツを買ってます。フルーツの種類が桁違いに多いコロンビア。父ちゃんがいろいろ説明してくれとるから一緒に八百屋散策しましょう。タマリンド。タマリンド。コロンビアって日本の約3倍の面積で、山に囲まれてる箇所もあればアマゾンがある箇所もあって、国内でもめちゃめちゃ寒いところもあれば暑いところもあるから、本当もうフルーツが全部揃っとる。そうやな。しかもなんかパイナップルに一つにしろ、パイナップルでも何個も種類があるみたいで、すごい。¿Qué es? Durazno, Colombia. Ah. Banano bocadillo. バナナの種類が多すぎる。コロンビアを含む南米の多くの国はバナナの種類がめちゃめちゃ豊富。その中でもこのチビバナナは小さい分甘みが凝縮しとる。わあ。Plátano verde. プラタノっていうのは調理用に加工するためのバナナの仲間。プラタノも種類が多くて、黄色いのもあれば緑で大きさが違うのもあって、バナナも奥が深いな。ちょっと元気のなさそうなもやし。これはスペイン語でライスチ中国っていう意味が入ってる。すごっ。ライスチーナ。7歳の少年キリは一人っ子ということもあり、とっても甘えん坊やんちゃボーイです。ポンポイ。ちびちびバナナを1個いただきます。皮めっちゃ薄いねんけど、ほらほんまや。ペロペロ、すごい。日本のバナナよりはネトネトしてもうちょっとあっさりした感じだけど、甘みがギュッと詰まってなんかな。でも日本のバナナの甘みとは違う。なんかカラメルっぽい味がする。へえ。面白い。なんか食べたことない。全然違う。お昼ご飯の買い出しの続き。このひよこちゃんたちは売り物でお肉になる予定の子たち。これはこの村限定のお肉料理。レジェナ。買い物を終えて財団に戻ってきました。父ちゃんのクッキングの開始。このお家はね、結構父ちゃんが料理好きでよくご飯作ってくれとる。でも男性優位主義のコロンビアでは男性がキッチンで料理をすることはかなり少数派らしい。女性は家で料理をして男性は外で働くっていう考えが未だに根付いとるってこの間父ちゃんが教えてくれた。手際のいい父ちゃんのおかげであっという間にご飯のバンデハパイーサの出来上がり。すごいね。Esto es para cuánto? 9つの材料が載ってる。豚皮、チチャロン、卵、なんかソーセージ。
チョリソー、牛ひき肉、アレパス、トウモロコシのパンケーキみたいな。あとプラタノはバナナの大きいやつで、アボカド、そしてフリホーレス、豆おお、と下にご飯が入ってる。すごいね。超豪華丼や。わお、何から食べればいいかわからん。なあ、すごいいろいろあって。日本でいうスタミナ丼にあたるバンデハパイーザ、見た目の通りカロリーの高い一品やから、モデルとかダイエットしとる人は絶対に食べやんプレートらしい。一つ一つの味がしっかりしとって美味しい。この一皿を食べ終える頃は、お腹は大満足。ごちそうさまでした。美味しいご飯でエナジーチャージした後は財団のお手伝い。国民の約 40% が貧困層であるコロンビアは低中所得者層が大多数を占める国。貧困に苦しむ人に無償で服を提供するこの財団では、寄付された服をきれいに洗って服を種類別に畳んで整理整頓していく。NGO は金銭面で言うと全然稼げやんくて、かつコロンビアではこういう社会奉仕する団体も納税の義務があるらしい。母ちゃんは副業でハンドメイドアクセサリーも作っとる。あ、そうそう、この村でね、日本語教室も開いたんさ。なんと言っても数百世帯しかおらん小さい村。日本人なんて見たことない人がほとんどやから、みんな興味津々でレクチャーに来てくれた。南米圏では英語が通じやん人がほとんど。初めてのスペイン語でのプレゼンに英語より難易度高く感じたけど、ソタリオにとっても大切な思い出になりました。はい、ということでね、ここのボランティア内容を紹介しました。なぜ彼らがこの財団を立ち上げたのかっていうのには、彼らの熱い思いがあるので、それをね、ちょっとインタビューしていきたいと思います。Nosotros lo que hacemos es recibir y entregar cualquier tipo de donación. Nos llega más ropa y zapatos, pero también trabajamos con muebles, accesorios, artículos, regalos, juguetes, de todo. La razón por la cual nosotros decidimos crear esta fundación, realmente nosotros no creamos una fundación, nunca decidimos como, ay, hagamos una fundación, no. Se fue creando sola a raíz de una situación económica por la cual estábamos pasando en el momento. Yo quedé embarazada y bueno, la situación para comprar cosas para el bebé era difícil. Y empezó a surgir una idea de intercambio entre amigas para lograr adquirir cosas de ropa, zapatos, y de ahí empezó poco a poco creciendo y creciendo la idea. Nos estuvimos apoyando entre amigas y tiempo después fue que las personas la reconocieron y veían lo que hacíamos, el intercambio, como fundación. Nosotros teníamos dificultades económicas normales. Hay personas que tienen aún más, pero nosotros, por ejemplo, en el momento teníamos solo lo básico y empezamos a pensar cómo vamos a hacer para nuestro Kilian. Cuando empezamos a hacer intercambio, nos dimos cuenta que podría ser ayuda para muchas personas más. De todo lo que necesitaban los bebés se iba a suplir de una manera más fácil. Para mí ha sido muy gratificante y queremos continuar con ella porque a raíz de una necesidad que era de nosotros y una ayuda que buscábamos para nosotros, resultamos ayudando a cientos de familias y eso fue como wow, como súper ayudar a tantas familias y queremos continuar haciéndolo. En este momento estamos muy felices porque está la fundación cada día más grande, está mejor, está ayudando a muchas personas, pero también es un motivo de gran responsabilidad. Queremos defraudar a las personas y queremos seguir creciendo y ayudando mucho más. En mi caso personal, muy bonito. En mi estado, en mi situación económica, hubiera sido imposible conocer personas de otros países, compartir con ellos, tenerlos en mi casa. Fue un sueño cumplido, ahora lo hacemos desde hace 5 años. Kakesa, que es mi pueblo, mi municipio natal, para mí es genial, es un motivo de orgullo. Queremos continuar con Workaway, a estas familias de Kakesa poder compartir con otras personas de otros países. Es genial, los niños lo disfrutan muchísimo. En mi caso inició la idea porque hace unos años vino un amigo a mi estudio de
tattoo, piercing, y los niños estaban muy felices de verlo, de escuchar que hablaba en otro idioma. Sería lindo traer muchas más personas para alimentar a estos niños, y así nació la idea, y ya llevamos muchos voluntarios viniendo y muchos niños y familias felices de verlo. Yo nací en una familia muy pobre, donde nosotros no teníamos ni siquiera lo básico para vivir. No teníamos una cama, no teníamos comida básica, muchas veces no teníamos que comer. De vez en cuando había una vecina que nos regalaba ropa, zapatos, comida. Y sé que esa necesidad que yo viví de niña, sé que hoy en día también hay muchas familias que pasan por esa necesidad. Y nuestro objetivo con Trapitos con Amor, con esta fundación, es que no hayan más personas que pasen por esta necesidad, y mucho menos una necesidad tan básica que es ropa y zapatos. Y nadie debería pasar por esa necesidad, y ese es el objetivo, que con Trapitos todos tengan ropa y zapatos en nuestra comunidad, y la idea es que sea Colombia. Quiero mucho a mi país y pienso que puede estar mucho mejor. No debe ser ni político, ni alcalde, ni tener muchísimo dinero, ni ser muy importante para ayudar. Todos podemos ayudar. Todos podemos poner un poquito de nuestra parte, de lo que tenemos, para ayudar a otras personas. Pienso que así todos podemos estar mejor, más tranquilos, es más bonito. La mayoría de las personas en el mundo no tienen unas buenas referencias de Colombia. Lamentablemente muchas personas, o bueno, muy pocas personas han hecho las cosas mal. Esto es lo que se muestra al mundo. Creo que Japón no es una excepción. Nosotros queremos mostrar el otro lado. Los buenos somos más. Las personas que hacemos las cosas bien en Colombia, los invitamos a que vengan a nuestro país, que vengan a nuestra fundación. Algo muy importante para la fundación y para las familias que la conllevan. Finish, thank you. 終わり。はい、ということでね、このボランティアでの生活と彼らへのインタビューでした。いろいろね、この財団のことについて詳しく知れて、面白い動画になったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということでね、まだまだここでの生活はね、あと何本かね、動画にしようと思いますので、楽しみにお待ちください。じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ、バイバーイさよならさよならChao. Chao.